な時間から車が今おはようございます。魚の森です。さあ今日は何の日かなということで皆さんクイズです。ここはどこでしょうか。でも正解ここにあったねびっくりしました。ということで今日はここ山口県下関南風泊市場に来ています。もう皆さんご存知の通り下関といえば下関福の産地ですね。ここ南風泊市場は他の市場と全く違う方法で服の競りをしているんですけど、皆さんここでもう一個クイズです。南風泊市場ならではの競りの方法って何でしょうか。まず1、手を握って競る。2、手を叩いて競る。3、目をつぶって競る。日本全国でもここでしかされてないめちゃくちゃ特殊な方法で競られてるんですけど、正解わかりますか。実際には今からここで競りが行われそうなので行ってみましょう。実はここ下関は GI 産品シリーズ第3回目で放送しています。この下関福も水産物の中ではかなり初期にですね認められた GI 産品で、皆さん GI 制度覚えてますか。地域に密着してその地域の環境を生かした農林水産物を国が生産方法とか生産地を登録してブランドとしてお墨付きをつけて品質を保証する制度ですね。下関フグなんかももうかなり地域を挙げてブランド化する、地域活性化するっていうところではかなり成功事例だと思うんですけど、その秘密が一つここですね。南風泊市場はそのフグに特化したフグをメインとした市場なんです。今日はここの魅力に迫ってみたいと思います。じゃあ今回の案内人は畑水産の畑英二社長でございます。畑と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は前回YouTube でも紹介させてもらった通り、もう目と鼻の先ですね。目の前です。はい。あそこに私たち社長ともお邪魔したんですけども、かなり長いことうちも畑さんからフグを仕入れさせていただいておりまして、うちも年末にかけてネットでも忘年会でもフグコース提供しておりまして、もうすべてこちらにねお任せしております。ちなみに今日の入荷状況はどうですか。今日はもう木のしけだったんで、もうかなり少ないです。ちょっとじゃあ中行っちゃう。はい、どうぞどうぞ。大雨と大風。ここに何本とか何トンとかですね、どんどんこっちに書いてあるんですけど、もう今日はこれだけしかございませんのでね。これは珍しいんですか。珍しいです。あ、そうですか。人の方が多いですけど。そうですね。ちょうどもうここへ6人いますからね。ここしか下関福の市場がないっていうのは本当ですか。そうです。フグ専門の卸売市場というのは全国ここぐらいしかないです。そうなんだ。あれね、あそこ看板にも書いてある。私ちょっと気になることがあって、なんか下関フグじゃなくて福って書いてあるじゃないですか。あれって何なんですか。ここ下関では、フグのことをですね、フグと呼びます。何かフグっていうとですね、フグ愛だったとか意味合いにつながるということで、福っていうのが福を呼ぶとかですね。あ、縁起がいいから。はあ。なんかなかなか馴染みがないけど下関福なんですね。そうなんです。フグってもうすごい歴史長いじゃないですか。120年とか。畑水産は何年。それでも70年ぐらいです。すごい。何代目ですか。3代目でございます。3代目。歴史がありますね、やっぱり。でもこの辺はやっぱりフグの水槽もこれ全部フグの水槽ですし。これ全部なんだ。そっか、天然物が6本で養殖はここで生かし込みをしてるんですね。ここでね開けてますんですけど。すごい。可愛い。向こうで選別しますんで今から。わ、見て手で仕分けしてる。あれフグ触る分には大丈夫なんですね。でこれただ分けてるように見えますけど、はかり使わずに手の感覚だけで 100g 単位で仕分けをしていく重要な作業でございます。 100g 単位で分かるんですか。すごすぎる。それ何ですか。修行するんですか。みんな修行というか怒られながらねそっか、これで価値がだいぶ変わりますもんね。おはようございます。これ天然担当で、こちらが養殖担当ということで、担当者が養殖と天然で別なのでございます。これは
はもうこのまま締めちゃうんですか？これ買ってから水槽に生かし込んでさばきます。また生かし込むんですか？この状態でストレスが溜まってますんで、水槽に生かして落ち着かせてからさばくのが僕らの仕事なんです。ストレスを取るとなんか身が身質がですね、良くなるんです。はい。この状態でさばくとやっぱりストレス状態なんで、こう身がキュッとしてる。硬直してたりだとか緊張状態でさばくとやっぱり良くない。この後ちょっと生かして、リラックスさせて綺麗に泳ぎ始めて、やっぱり1日2日ですかね、落ち着いてからさばくと。1日から2日も寝かす。そうですね。時間かかりますね。時間が結構かかるんです。あ、膨らんでる。もう怒ってるでしょ、ほら。あ、もうこれストレス溜まってますね。だから生かし込みって作業するんだ。これも生産方法というか、なんか文化の一つだよね。すごい泣いてるフグが。あ、ほら、犬みたい。歯ぎしりするんですよね。歯ぎしり？歯を切らないとすごいペンチみたいな感じですから噛み合いするんですよね。あー、傷つけ合っちゃうんだ。あ、本当だ、噛んでる。こういうことがあるから歯を切るんだね。これ何キロですか？これで 3.8 キロ。おー、でっか。へえ、やっぱ模様が違う。模様がね、これ天然だから模様が本当それぞれ違うんです。かわいい。大きいサイズだと大体これくらいですか？1月2月ぐらいはもうこんな10キロとかありますから。？10キロ。これ競りはどうやってやっていくんですか？それを今からやりますんで。楽しみ。シャツを着てるんで。はい、ムキムキマッチョのね。ストレッチしてますね。始まる。3時20分。競りが始まります。あれ全員やるってこと？元筆頭競り人のお手出しです。でどうかどうかって言って僕は1万円2万円3万円4万円5万円って値段つけるわけです。指1本が1万円ってことですか？じゃあ10万円から4万円引いたら6万円みたいな。あ、これが10万円で 4万円引くってことです。そしたら6万円になる。すごい混乱しません？安い方忘れるんだって。そうなんだ、面白い。これが天然です。でっか。かわいい。また生かし込みなんだ今から。もうこれで終わりです。早い。20分から始まって7分？もう今日は一撃で終わるのはもう量が多いともうちょっと長いですね。そうだ、いつもだったらですね、これでもう積み込みして終わるんですけども。わあ、いっぱい。これ全部いけすだ。そうです。で今はね、入ってないんですけど、こう繁忙期になるとここにどんどんもうフグを生かしていくと。はあ。競りにかかる前のものをここにやったりだとか、僕らが買ったものをこっちに生かしたりだとか。やっぱりその生かし込みっていうのがすごい重要な工程なんですね。はあ、そうやって品質を保持するんだ。そうです。なるほど。今まだ水温が高いんでここに生かすと良くないんでですね、水槽に生かしております。はい。シーズンによって変えるってこと？うわー、すごっ。フグ天国ですね、ここ。天国かわかんないですけど。でここにですね生かしてあるわけですけど、これは競りにかかる前のやつここに生かしといて、さっきみたいに競りかけたり注文したやつをここからそのまま各仲卸に分配したりするんです。じゃあもうこれ仲卸さんで水槽が分かれてるわけですか？例えばこれ旗の 0.8 とか吉田とか旗とか書いてあるじゃないですか。あ、サイズだ。サイズとか分かれてましてですね、こんな感じで各仲卸がこう借りてるわけです、ここ。なるほど。でもう水温も下げてですね、冷却が入ってまして適温で生かしております。これはもう100以上ありますよ。あ、いるいる。あ、かわいい。いや、フグって本当独特の文化だよね。うわー、かわいい。これが何キロぐらいのやつなんだろう。900ぐらいですかね。へえ。
ちょっと元気が良すぎますけど。わ、美味しそう。丸々してる。よう超えていい風ですよこれは。今日は怒んないです。本当だ。なんか懐いてる。この市場だと競りやって生かし込みして、あとなんかああいう磨きっていうのはどこでやるの？各仲卸がですね、今買ったものを持って帰って生かしてるやつをさばいたりとか、はい、加工場にもう各仲卸に運んでます。はい、じゃあ今ここ早溜市場の競りが終わりました。この市場の特徴である生かし込みと目利きの部分で競りですね、見てもらったと思うんですけども、業者さんが持っただけで重さが分かるとか、見ただけで品質が分かるとか、それくらい文化が馴染んだならではの競りが見れたと思います。で、今この買って生かし込みをしてストレスを緩和したフグたちを、これからもう一個この下関フグの特徴でもある磨きっていう工程をして出荷されることが多いので、この磨きの工程を今から畑さんのところで見せてもらおうと思います。久しぶりにやってきました畑水産。ここはね、ほら早溜の市場のめちゃくちゃ目と鼻の先、すごいロケーションですね。これ見て GI マークありましたよ。やっぱ19番目なんだ。すごい早いですね、登録。袋競りの様子、もうどこもかしこもフグばっかりですもんね。カラットの方もすごいし、マンホールの蓋もフグです。そうなんだ。見つけてみよう。国からのお墨付きってやっぱ相当みんな喜んだだろうね、これもらった時。なんかスーパーもこの GI マークだらけのフグがこう並んだらしいよ、当時は。こうやってね、認められて地域活性化されていくと本当にいいよね。やっぱ地域の環境に馴染んだものだからね。見てこれ、フグ処理師免許、畑さんがやっぱ取ってるんだね。うちに入ってくる商品もやっぱりこの畑英二って入ってますからね。処理師の名前を商品につけなきゃいけないんですよ。それくらいやっぱフグって独特の文化を持ってて、他の魚とは全く違うので扱いも難しい。で、私たちも扱うにはやっぱりこの調理師免許、フグの処理師免許っていうのを持ってないといけないし、それはこう全国の都道府県ごとに今違うんですけども、極力それをこうなんていうかな、統一できるようにっていう動きもあるみたいです。なんかこう難易度が違ったりするとなかなかこう浸透しないとか、いろんなこう課題もあるみたいで、今もなおこれだけ長い歴史もありながらね、それだけこう研究改善っていうのが進められているっていう状況ですね。ここの山口下関の地でフグ毒によって食中毒が出たので、豊臣秀吉が謹慎したんですけども、その長い歴史を破って伊藤博文がこの地で食べて美味しいってなって解禁したのがきっかけで、下関だけで解禁されたから、下関だけにこのフグの文化が根付いたっていうのがもともと発祥の理由なんで、すごいですよね、フグってね。そういうことか。ここにも水槽があるんですね。はい。ここから揚げたものをこちらで。ああ、すごいびっくりした。こんにちは。あ、すごい。これ今日競ったやつですね。さばくの見ます？はい、見たいです。これが磨きを。磨き、じゃあ、はい。今からこれ今日競り落とした天然なんですけども、今からさばきます。おお。まずくちばしから落とします。力強い。硬いですからね、天然は。一発で入れないと。養殖より硬いんですか？で、次ヒレ取ります。ヒレ取る。あ、お酒になるやつだ。ヒレ酒よ。うわー、大きい。これ全部手作業なんですか？大変。これ皮むきますね。はい。美味しいフグ皮。トラフグの皮は食べれるな。ねえ、真フグは食べちゃダメ。すごい。なんかこういうのもあれですけど上手ですね。早い。手早い。すごい。あっという間にツルツルに。でもフグはやっぱ血があんま出ないんだな。でかいでしょ、肝が。でかい。でも身がすごい大きい。でももったいないですね。その 3.8 キロぐらいの中のほとんどが肝で食べられないという。カマを内臓を除去してカマという。カマのところだ。すごい。これをもう流れで1取る人、1取る人。これ捨てるやつ。
つですか？これが食べちゃダメなやつ。これが毒だ。300匹だって今日もうすでに処理したのが。何時からやられてるんですか？2時で何時に終わるんですか？もう昼前。昼前。もう昼夜逆転しちゃいますね。すごいです。何人いるんですか？フグの処理師の方。9人？じゃあもう本当貴重な人材ですね。すごい綺麗になってる。わあ美味しそう。プリンプリン。これ最高。多分このね生の状態って惹かれますね。うん綺麗。本当に美味しそう。こっからもお刺身にして食べられるからね。全部食べられる部位です。これ今日さばいたやつですもんね。だから2時からやってだからまだ2時間ぐらいしか経ってない。もう本当市場から直送できて生きてるやつをもうさばいてこうやって小分けして。もうあっという間なんで、そうですよね。これ鮮度がいいんですよ。いやーなんかこういうの見ると感謝して食べないとなと思うな。すごいな。これ磨きができるようになるまで皆さんどれくらいかかるんですか？さばくのはさばけるんですよ。ただやっぱりこう本当に早くできるようになるまではやっぱり2、3年。2、3年。うわーすごいですね。もう経験ですもんね。ありがとうございます。はい、ということで今日は畑さんにいろいろご案内いただいてですね、この下関フグここまで徹底的に管理してね出荷されてるっていうのがよく分かりました。この南風泊市場の特徴のフグの生かし込み、目利き、競りすごかったですね。これの正解分かりましたか？袋競り、手を握ってねこう値段を伝えるっていうやり方、ここだけでしかやってない競りの方法で、最後に今見せていただいた磨きっていう工程ですね。有毒部位を全部除去してみんなのところにはもうすぐ食べれる状態の磨きという状態で出荷するっていう、そこまでの技術、これがなかったフグがここまでね全国に広がることなかったと思うので、本当にねフグはこの下関の文化に支えられてるなというふうに感じました。で今からまだちょっと早いんですけども、もう少し朝になったら唐戸市場の方に行ってですね、実際に販売されているフグの様子、そしてこの下関フグせっかくの食べたいですよね。後半でその様子をお届けしようと思います。ということでバイバイ。畑さんが磨いてたやつ、これでどれですか？本当いっぱい袋にやってる。昔はね着物の袖にね指入れて、ああそういうことか。